はい、こんにちは、山下夏実です。今回はサイズある日の平塚スキムの映像をまとめていきました。良ければ最後までご視聴よろしくお願いします。なかなか難易度の高いショアブレイク系の波の映像になってるかなと思います。少しサーフィンの映像もあるんですが、ほぼほぼスキムの映像なんで、参考になったらいいかなっていうふうに思います。見ていただいたら分かる通り、このサイズ感ね、これかなり危ないけど、このサイズ感での練習で、結構潰れてる波とショアブレイクの波、これとか今潰れてる波でスープ気味、逆にこれは少し掘れてくるかな。もう少し左だったかな今のは。これも潰れてる系。これはただポジションライン取りがいいからフロントライナーで最後掘れてる場所にチューブライでいけてる。この2種類の波をうまく見極めて乗っていく感じの練習だったかなと思うんですが、そこの見極めなかなか難しかったなっていう印象ですね、この日は。バックサイドライナーは潰れてる波を狙いたいだけど、バックサイドラップを狙うときが潰れてる波と潰れてない波を見分けるのが結構難しくて、それによってフロント側に行くのかラップ側に行くのかを見極めなきゃいけない。これとかは掘れてくる波だから綺麗にラップいけてるんだけど、インサイド目で割れてきたっていうのもあって、見極めやすい波だったかな今のは。これはね微妙だけどね、スープ気味になっちゃうかな。少しポジション取りが難しいね。ちょっと難易度高かったか。これはテイクオフしてスープ気味、これはもう潰れてる波だね。だからフロントサイド直前の軌道修正もかなり良かったかな今のは。最後乗り切れればパーフェクトだった。これはライナー側軌道修正してグラブして抑え込んでいく。ラップがだけどこれポジションがむずいな。もっと右だな。テイクオフ、これ潰れてるけどギリギリ回せる位置が残って再生する読みでラップ側に回した。これができるとよりなんて言うんだろう、ラップできる波の幅が広がるかなっていう感じだね。ただ難易度高いです今のも。あれだったらフロントで合わせた方が簡単。これもバックサイド行くけどなかなか難しいね。ただうまく乗り切った。この潰れてる波になってしまった時に即座にラップに対応するっていうのは結構難しいと思うんですが、しっかりパワーをもらえる位置でターンをできればそこから前に出れたりもします。これはスープになっちゃうかなライナー側。軌道修正フロントサイドリッピング、ナイスターン。これはスープになっちゃうね。軌道修正で少しでも残った場所でターンしようとしたけど惜しくもって感じ。このフロントサイドライナー最後がちょっとえぐい。これとかはラップラインですね。からワンアクションスプレー狙い悪くないんじゃないかな。いい感じ。よく今のはしっかりいいとこ見つけたね。こっから少し沖出てサーフィン少しやったタイムだったかなこの日。ちょっと難しくてあんま乗れなくて、結局はすぐスキムにここから戻っていきました。乗れたら良さそうな波だったけどね。でこっからインサイドが少しライナー波になってった時間かな。このエアドロップとかちょっと危険ですがいい攻め方。これはラップラインかな。いいとこ。これもうちょいブレイク綺麗に来てくれたらかなりいいライディングできたんじゃないかなと思います。これもライナーっぽいけどラップですね。波が消えてる。どっちでもいけたかな。ちょうどどっち行くにも間のポジションだったですね今のは。やや中途半端な
1でターンしてしまったって感じ。これちょっとバックウォッシュがえぐいね。もうちょい綺麗に合わせられると理想だった。これはフロントサイドドンピシャ3ショビット、あんま綺麗に回んなかったから途中で刺さっちゃいましたね。いい狙い方。これはドンピシャの1っぽいぞ。ラップ悪くないんじゃない？ただライナーの方がよりポテンシャルはありそうだったね。今のはちょっと見極めが難しい、この映像からでも。これはフロントサイド前に出ていきましたね。かなり綺麗に前出ましたね。今のクオリティ高いと思います。今のこれはスープでのリッピング、おそらくフロント狙ってたんだと思うんだけど、ちょっと回す場所がなくて結局バックサイドを回した感じかな。これはライナー側少し難しい、でもいい感じですね。最後バック押しで跳ね上がりましたね。かぶりに行ったけどかぶった後に跳ね上げられた感じだね、ボードが。インサイドパンプうまく組み合わせてライナー、かなりスピード感あるライディングでしたね。掘れてたし、なかなか今のは抑えきるの大変だったと思うんだけど、よく板を抑えきりました。これはライナー側少しパワーもらいにくそう。そうですね、今のは先のパワーがねもうすでに潰れ気味だったので、少し前から割れないパワーがもらえないっていうのが読めてた感じだね。これはラップいくかフロントいくかどっちいくか。ラップですね。スープ気味にターンして前に出る作戦でいったけど、波が直前バックオッシュの影響でよれてたからうまく回せなかった感じ。これは割れちゃいましたね。ブレイクが割れてなければラップいってたと思います。これはライナー側ですね、完全に。ただこれを取れるのか。いい感じですね。これ今のブレイク早くて置いてかれ気味だったんですけど、先に波が潰れる感じでそこに追いつく感じですね。このフロントもその追いつく感じの狙いです。この辺はいい狙い方だと思う。インサイドちょっとブレイク早かったかな。特にね終着地点を狙うっていうスタイルか後追いで前に出てくスタイル、これとかは逆にドンピシャの位置で回して3ショビットまで、これ完璧じゃないかな。こういうちょっとねブレイク早かったりとかなんか潰れたりする波は終着地点をドンピシャで合わせるよりかは、ゆっくり後ろから出る感じですね。スープ気味なところで当てて前に出たりとか、そういう方がメイク率は高くなるんじゃないかな。これもスープ気味に当てて前に出るスタイル。ただ今デメリットとして今のがまさにそうなんですが、前にできる前に波がインサイドで割れてしまう、もしくは上陸してしまう、そうなってしまう場合があるっていうのが、難易度が高いというか、狙いとして難しいところかなっていうふうに思います。ターンした時にもう一気に波の前まで出れるよっていう加速を出せる人、こういう感じにね、そういうのができる人であればその作戦が一番いいですが、ちょっとこのパワーがあるのかないのかわからないなみたいな見極めがちょっと難しい時とか、見極めがまだ慣れてない人は基本的には常にドンピシャのところを狙う方が賢い。これとかはもう無理やりリカバリーしに行きましたけど、こういう他の技術でカバーすることになっちゃうので、失敗した時がこれうまいですね。ナイスライディング。そこの使い分けとか見極めがうまくできるようになってくると、ライディングの幅がね、特にこういう波の時は広がるんじゃないかな。これうまい。
先のブレーキがちょっと弱かった。あんま良くなかったけど、ライディングとしては悪くないね。これはライナー側かなりアウト。これとかもう先の波全然ないですからね。当て込めるけど、こっからがないよね。こういう風になっちゃうから、ドンピシャの位置で回す技術も多少は必要になる。そこの辺いろいろ使い分けてライディングができると、よりライディングレベルアップするんじゃないかな。今回はそこそこサイズのあるショアブレイクの日の、映像をまとめていきました。何か参考になったらいいかなと思います。特にちょっと難易度が高い感じの映像にはなってしまうんですが、もしなんかイメージとかに使っていただければいいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。